聴ありがとうございます。おっちーチャンネルの満腹です。今回の古い町並み散歩は島根県雲南市吉田町にある鉄作りの記憶を継ぐ吉田の町並みを歩きたいと思います。それでは行ってみましょう。島根県雲南市にある吉田町は松江藩鉄師頭取を務めた田辺家とともにたたら製鉄の町として栄え、企業城下町を形成していました。自然の地形を利用しながら機能的に作られた町並みになっています。田辺家を中心とした有力者が住む本町通り、お寺が立ち並ぶ聖域としての山側エリア、飲食、日用品店、お鍛冶屋などサービス機能を持つ河原町筋、川を挟んで反対側は鉄の加工を行う大鍛冶屋や職人の長屋がある鍛冶屋原。このようにそれぞれ異なるエリアが工事を通じて有機的に結びついており、今でも当時の面影を残す町の姿が見られます。田辺家土蔵郡はそんな吉田の町の中心にあります。鎌倉時代に周熊野から吉田に入部した田辺家は1460年この地でたたら製鉄を開始しました。江戸から明治にかけての最盛期には奥出雲エリアは日本全体の鉄の需要の8割を賄っていたとも言われています。町の中心に整然と立ち並ぶ生子壁の美しい20棟の土蔵群は当時のたたら製鉄の繁栄ぶりを物語っています。たたら製鉄には原料である良質な砂鉄の他に燃料となる焚き木の原料としての山林、そして砂鉄を取るための水という自然の資源が必要です。奥出雲地方、旧島根県仁田郡、飯志郡、現在の奥出雲町雲南市は良質なマサゴ砂鉄を採取することができることに加え、豊富な山林資源から燃料となる木炭の調達も容易であるといった条件に恵まれていました。近世に入り製鉄作業を行う建物中殿が登場すると、そこで安定的に鉄が作られるようになりました。こうして雲南市にある吉田町はたたら製鉄の町として栄えました。鉄の歴史博物館はたたら製鉄のすべてがわかる郷土の資料館で、1号館と2号館があり、それぞれテーマに沿った展示がされています。1号館はたたら製鉄とその技法をテーマに、たたら製鉄の歴史、製鉄技法、たたら用具、たたら市の生活に関する資料253点が展示されています。それまで石焼きの道具しか持たなかった人々が鉄を生産し加工する技術を手に入れた意義は非常に大きなものでした。鉄の桑、安木を使うことで原野を開拓し、農地を確保し、稲作農業を起こしました。鉄は人々にとって生活に役立つだけでなく、命を支える金属としてとても貴重な存在となりました。2号館は鉄山経営と鍛冶集団をテーマに、移築したかやぶきの民家とのボートで鉄師による鉄山経営の実態と鋼作り、大鍛冶、小鍛冶の技法を和鉄生産の流れに沿って187点が展示されています。ここではたたら製鉄にどのような人々が関わったのか、
鉄をどのようにして生活道具に形を変えていったのか、鉄の流通はどのように行われたかなど、鉄山師田辺家の古文書を通して興味深い情報を知ることができます。鉄の歴史資料館でたたら製鉄の歴史と製鉄技法等について学びました。この後は本町通りをもう少し歩いてから実際にたたら製鉄が行われていた高殿が残っている場所へ行ってみたいと思います。吉田町の中心部から県道272号で山道を走り峠を越えて進むと、かつてたたら製鉄の操業を行っていた地区、たたら製鉄に従事していた人たちの職場や住んでいた地区を総称して山内というがひっそりとある。この山内を見下ろすところにあるのが山内生活伝承館です。山内に住む人たちが残してきた遺産を大切に引き継ぎ公開している館で、館内には当時の生活に使われていたいろいろな民具を展示しています。四季折々に伝わる山内独特の習慣や生活を通し、たたら製鉄を支えた人々の心のありさまを垣間見ることができるでしょう。山内ではたたら製鉄の技術者たちの日常生活がここで営まれました。高殿以外にも鉄作りに使う建物やゆかりの場所、かつての村下の屋敷や職人さんが住んでいた家々が立ち並んでいます。当時のたたら製鉄の技術者たちはもう一人もいません。しかし製鉄で山内が栄えた頃を偲ぶことのできる町並みがここには残っています。家屋は改築を繰り返していますが、ここに住む人たちの内側には昔からの伝統が受け継がれています。高殿のすぐ近くには金谷御神が降臨されたと伝わる御神木の立派な桂の木も存在感を放っています。それでは受付を済ませ見学しましょう。この日はラッキーなことに施設の方が菅谷高殿とたたら製鉄について説明してくださるとのことだったので、遠慮なくお願いすることにしました。まずはこの地におけるたたら製鉄の創業について、砂鉄の採掘からたたらの出荷までの一連の作業工程、
の概要について説明を聞いた後、高殿内をご紹介いただく流れで約20分間ほど説明してくださいました。たたら操業に使う砂鉄を得るための作業、かんな流しや得られた砂鉄を保管する場所の特徴、砂鉄から不純物を取り除き純度の高い鉄を得るための仕組み、たたら炉の形状、炉に風を効率よく送るための工夫、天秤ふいごから水車を利用したふいごに進化について教わりました。そして得られた煉鉄は見た目より重いことを知りました。ジブリ映画「もののけ姫」のたたら場のモデルになったのがここ菅谷たたら山内であることについても教えてもらいました。今もこうして当時の高殿が残っているのは日本で唯一ここだけであり、もののけ姫のモデルにするのであれば本物を参考にしないと描けないということで、わざわざここまで来てスケッチをしてモデルとなったと言われているとのことです。作中の場面と似ている場所があるので見比べてみてほしい。例えばたたら場内を烏帽子がアシタカを案内するシーンの背景はここなのだと教わった。その他建物の屋根に敷き詰められた板も忠実に描かれているのだとか。訪れたのが平日のお昼時であり、他のお客さんがいなくて一人でのんびりゆっくりと見て回れればいいやと思っていましたが、本来はお昼休憩に入る時間であろうにもかかわらず丁寧で最後まで飽きのこない説明をしてくださいました。対応をしてくださった担当者さん、ありがとうございました。さてここからは他の建物も見て回りたいと思います。大道場では寺を割る作業が行われました。この建物の中には約200貫の大きな墳銅が積ってあり、これを落として寺を粉砕しました。この元小屋は山内地区の最高責任者の住居と事務所を兼ねた建物です。名前には小屋という文字がついていますが、2階建てこけらぶき木造の建物で間取りは昔の農家と同じです。内蔵と呼ばれる作業用のスペースが併設されており、ケラの塊を小さく砕いて品質を揃えて出荷していました。責任者は絶えず作業の様子を見守っており、そのためか事務所と内蔵との仕切りは格子状になっています。4畳半から8畳の部屋がいくつかあり、風呂場、台所など当時の生活の場所が残っています。村下坂とは村下岳が通ることを許された村下の花道です。操業に入る日の朝は川の水でみそぎをして全身を清め、そして身にまとうものすべてを新しくした村下岳がこの坂道を通って高殿に入ることができました。三軒長屋は2番番頭工場長の村下などが暮らした長屋で、一番右端が2番番頭の屋敷です。このように前面道路から各住戸へ直接出入りできるものを表長屋と言います。鉱山経営において長屋は労働力の確保や技術者の定着を目的とし、鉄師にとっては経営基盤の安定を図るため、ここで働く職人たちにとっては就業と引き換えに約束された永続的な住まいであったと言えます。今回の古い町並み散歩は島根県雲南市吉田町にある鉄作りの記憶を継ぐ吉田の町並みを歩きました。いかがでしたか？感想などコメントいただけると喜びます。この動画が良いなと思ったらいいねお願いします。このチャンネルが良いなと思ったら登録お願いします。今回はここまで。次の動画も見に来てください。